2026年2月中旬、東京都練馬区を出発して門機125の相棒パルカ号で南方面へ門切っています。目的地は世田谷区の道開社というオートバイ神社です。東京都練馬区から環八を南下しています。前日のステッカー貼りでリバティザマのステッカーが出てきて、オートバイ神社ってなんだと思って調べたら、東京にもあるようなので行ってみようというわけです。オートバイ神社に関してはまた別途テーマにしたいと思います。それより今回はタイトルにもあった通り、白内障の話ですよ。私は現在58歳ですが、実は40歳を過ぎたあたりに、それまで 1.2 くらいあった視力が 1.0 を割るくらいに下がって、しかも乱視っぽい症状が出てきました。夜に星とか小さな光を見ると2ついや4つ5つと分散して見える。1つの星なのにスバルみたいな星団に見えるんですね。まるで分身の術を使ったように、濃い実体の周りに薄い分身が出るのです。それで眼科に見てもらうと、白内障の初期段階という診断。まだ日常生活に支障がないので進行しないよう、紫外線を避けるよう指導がありました。それからもう15年以上、ひたすら律儀に、まるで有名芸能人のように、日中の屋外ではサングラスを装着し、強い日差しから目を守ってきました。そのおかげもあってか、幸いにも裸眼で免許も取れて、白内障も抑えられていたようです。しかし、それは突然やってきました。仕事中にパソコンの画面がちらついて、文字が読みにくいと感じたのです。しかも気づいたのは午後。午前もパソコンで仕事をしてました。左右の目で確認すると、右目がぼやけて文字が読めない。ぼやけるというか、にじむ感じ。鉛筆書きの文字が擦れたように、にじんで文字を判別できません。そういえば最近、西日や対向車のヘッドライトがやけに眩しく感じていました。自覚もありつつ眼科を受診。すると案の定、白内障ですねという診断。不思議だったのは、
測った視力が左右あまり違わない。明らかに右の方は見にくくて、文字は左目で読んでるのに、見えにくさと視力は違うんですかね。手術をしますかとの問いに、心の準備が間に合ってなくて、まだしばらくはいいですと回答。進行を遅らせる目薬だけいただいて、帰路に着きました。そして眼科からの帰り道、暗くなった夜道を歩いていると、白内障を実感することになりました。瞳孔を広げる薬を使っていたので、ダイレクトに感じられたのです。見え方を説明したくて AI に頼ってみました。まずは白内障の夜景の見え方。ああ、こんなに濁ってはいないけど、光の見え方は近いな。この光のバッテンの模様、どうやら工場っていうようですが、その方向と数が違う。木の漢字みたいな方向です。いや違うって。そうじゃなくて光の方向が下と左右と斜め下なんです。なんでこうなる？やり直しましょう。光の構造が上下左右と斜めの夜景。あ、近い。でもこれをどうやっても上方向の構造を消せませんでした。AI を使うセンスがないのかも。いずれにしても白内障は両目ともだいぶ進んでいるようです。翌日からも仕事をしましたが、一日中パソコンを使うのでかなり目が疲れます。左目だけで文字を読んでいるので、左目の調子の悪いと途端に文字が読みにくくなります。これは手術が必要かもしれません。調べると手術は日帰りも OK。しかも早いうちにするのがいいと、そういう意見も多いようですね。しかし人工レンズが何種類もあって、費用もピンキリ。両目で8万から160万とか、今後の人生を左右するので、慎重に選びたいところです。まずはもう一度眼科に行って、手術の意向を伝える必要があります。レンズをどれにするかは、勉強した上で先生と相談して、決めることにしましょう。目的地に到着しました。松原の富士山、神道不走教の大使ということですが、同じ富士山を祀っていても
浅間神社とは違うみたいですね。そのあたりは詳しくないですし、こだわりもないのでまあいいか。入ると右手側にオートバイ神社の石碑やオブジェ乗ってもいいようです。前輪を回して安全祈願するようです。せっかくなので祈願しておきましょう。これからも無事故無違反でいられますように。こちらは第0号総本社らしいです。第1号というわけではなく、いろいろあるんでしょう。長寿屋は水出てないようですね。こちらは何かの記念碑。そして富士塚もあります。サイドに回ると祠のようになっていますね。お邪魔します。こちらがご本堂？いや、神道だと社殿かな。とにかくメインの祈願所のようですね。後でちゃんとお参りしておきました。こちらが社務所でしょうかね。お守り販売や御朱印は時間内であればこちらで対応いただけるようですが、ステッカーはないんですね。本日の出費、ガソリン代62円。以上、合計62円。読み上げアプリアイビススピーチ、音声合成モデルアイビスハブ田中、音楽ドバシンドローム、歌詞風バイシンサンワークス、ハームバイシンサンワークス。提供、田中。